おはようございます。ガレージライフのお時間です。前回の動画でフロントの足回り、そしてエンジンルームをきれいに仕上げたので、今回はリアですね。リアの足回りをばらしてフレームを塗装して作業を進めていきます。でもう足回り外れちゃってるんですけど、それは見なかったことにしていただいて、今回はリアのホーシング、リアデフですね。これをごそっと下ろして、で、綺麗に塗装をする。そして、スペアタイヤのブラケット。これがね、この後ろのこの辺につくんですよ。これ前のオーナーが切り落として外しちゃったんで、これ溶接でフレームに戻して、後ろの方の作業を進めていくという形で、今回はやっていきたいと思います。で、とりあえず、足回りはもう今ついてないけどね、足回りの分解作業から動画は進めていきたいと思います。それでは作業スタートです。それじゃあ後ろジャッキアップしてタイヤ外していきます。ハブベアリング異常はなさそうですね。大丈夫だね。ハブベアリングは異常なし。ゴロつきとかイオンとかはなさそうです。ただこれガタつきがこうやって横方向にあって、ここのボルトが緩んでたみたいです。反対側もベアリングは大丈夫だけどアームは緩んでました。ブッシュが痩せたのかな。いいや、とりあえず分解していきます。まずはブレーキからですね。ブレーキから外していきます。よし。全然減ってないですね。ブレーキ減ってない。シューもライニングも大丈夫。これがケーターハムのリアブレーキです。普通のドラムブレーキですね。日本車とほとんど同じ構造。カップが上についてるか下についてるかとか、ちょっと違うようにも見えるけど、でも基本的なのは同じですね。で、シューも結構厚み残ってるし、こっち側も全然減ってないし、ブレーキはそのままでいけそうな感じがするかな。軽く掃除してあげれば大丈夫そうな感じがします。ブレーキオイル漏れない。大丈夫ですね。それじゃあブレーキ分解しちゃいます。留め具外して、ブレーキの後ろにある配管とサイドブレーキと外します。よし、OK。これでスライディングハンマーで引き抜きます。抜けた。よいしょ。左側も同じように外していきます。多分同じ作業になると思うんで、右側やった時と同じ作業になっちゃうと思うんで、特にトラブルとかがなければ映像はスキップします。スキップ。よし。よいしょ。よし。ドライブシャフトを外し終わりました。なんかわかんないけど、これ外すと結構達成感ありますよね。ジムニーで練習しといてよかった。まさかジムニーの次の車も
同じ仕組みの足回りでまたここのドライブシャフト外すとは思ってませんでした。でゴミ入ったら嫌だから、ここはウエスを一時的に詰めておきます。よし、これで OK。 そしてボディ側に残ったこの黒いでかいやつ、これがホーシングですね。ここの真ん中の部分にデフが入ってます。これジムニーもそうだし、あとハイエースとか軽トラとか、トヨちゃんがやってる86も確かこのタイプだったはず。意外とたくさんの車に使われてる足回りですね。いやーほんとね、ジムニーで練習しといてよかった。このスライディングハンマーもまたこんなすぐ使うと思ってなかったですからね。意外に道具買っといてよかった。結構このジムニーでやった知識とか技術が今このケーターハムで生きてきてますね。僕もともと塗装屋なんで、こういう整備系はねもう全くできないと言っていいほど、もう全然素人と変わらないんですけど、なかなかやればできるようになるもんですね。それじゃあ次はこのホーシングをボディから外していきます。ジムニーみたいにネジが固着してたりしないから外すのすごく楽でいいっすね。いやー、そういうことね。そういうことですね。ブッシュがねもうボロボロで、本来圧入されてるはずのやつがスルッと抜けてきちゃいました。だからここのネジが緩んだような感じになってたみたいです。これ抜いちゃうとショック落っこっちゃうから、抜く前にブレーキパイプとか外しちゃいます。ブレーキホース外します。よいしょ。反対側も外していきます。そしたらこのデフの下側についてる A アームっていうやつを外します。これです。これ外します。よいしょ、取れました。そしたらショックの取り付けボルトがここにいるんで、ここのアルミテープ剥がして、よいしょ、このボルトを緩めます。よし、取れた。これでホーシングを引き抜きます。フレームがホーシングの下にいるんで、デフ下に下ろせないんですよ。だから横に、多分こっちに抜かないと抜けてこないと思うんで、ホーシングを抜きます。これ人力っていうのはちょっと無理がある気がする。よいしょ。よいしょ。取れた。これは重いよ。外したホーシング、こんな感じです。オイル漏れしてるように見えてたんですけど、どうやらこれオイルは漏れてるんですけど、どうやらここのブリーザーからの漏れですね。
デフの中の圧力が上がった時に圧力を逃がすための弁ですね。こっから漏れてきて、こう全体的に油で濡れてるような感じです。ここから漏れてきてるってことは、デフの中の圧力がちゃんと逃がせてるってことなんで、ある意味これが正常といえば正常みたいな感じです。それ以外にはオイル漏れっていうオイル漏れはなさそうなんで、そこまで大げさに分解しなくても大丈夫かな。外したボディ側はこんな感じです。かなりすっからかんな状態ですね。何にもなくなっちゃいました。そしてボディはものすごく軽くなったんで、手で持ち上げられるようになりました。よっ、ほら、こんだけ軽いです。片手でこうやって持てるぐらい。すごくボディが軽くなりました。ちょっと話がずれちゃったんですけど、話を戻します。外したホーシング、結構ね汚れてて泥とかもいっぱいついてるんで、一回洗ってきれいにして、で錆び落とし、アーム類とかも錆び落としで塗装ができるように準備していきます。今洗ってて気づいたんですけど、さっきの発言撤回します。デフのところ漏れてますね。デフひっくり返して下側見たら、もうオイルでギットギトになってました。ひどいっすね。で、ここにコーキング打ってなんか無理やり止めようとした跡とかも見えます。全然気づかなかったです。とりあえずここの部品何にも発注かけてないんで、一回これこのままきれいに掃除します。で、塗装してガスケットの交換とかは後日やることにします。部品の洗浄、錆び落としまで終わりました。こんな感じです。アーム類はこんな感じ。結構飛び石食らってたみたいで、錆がねたくさん出てたからほとんど塗装を剥がすような感じになりましたね。車はもうタイヤも何もついてなくて動かすことできないんで、もう車このままの状態でこんな感じで、ちょっと狭いんですけどこんな感じで塗装スタンドを置いて、この状態で塗装していきます。そしてこのまま塗ると車がね塗装のミストで汚くなっちゃうんで、車だけボディカバーかけてちゃんと対策します。必殺サビ封じ入れて、サフェーサー入れて、黒、二液の黒っていう感じです。で、今回塗る面積としてはちょっとでかいものがあるんで、必殺サビ封じはハケ塗りじゃなくてガンで塗っていきます。ということで、塗装タイムいってみよう。表面乾いてもうベタつかないぐらいになったんで、次はサフェーサー入れていきます。それじゃあ色塗っていきます。塗装終了。塗ってから3時間4時間ぐらい経ったかな。もうね表面は乾いてますね。でもちょっと触ると柔らかい感じがするな。このままもうちょっと乾燥させておきます。塗り上がったデフはこんな感じです。新品みたいになりましたね。綺麗になりましたね。アームはこんな感じ。 A アーム、これも綺麗になりました。綺麗になったのはいいんですけどね、なんかやってる内容がもうレストアみたいな感じになってきちゃいましたね。一応今回そんな程度ひどくなかったからレストアっていう体じゃないんですけど、結局鉄板まで綺麗にして下地作って塗装してってやったら同じなんですよね、作業内容的にはね。名車再生スーパーセブン、チャンネル登録よろしくね。そしたら次はボディですね。前回の動画でエンジンルームのフレームのレストアをやったんで、今回の動画では後ろ回り、リアのフレームのレストアをやっていきます。この黒塗りされてるフレーム、これも錆び落としをしてきれいに塗装。そしてスペアタイヤのマウントブラケットが外されてるので、これも溶接でちゃんと純正みたいに付け直しをしていきたいと思います。前のオーナーがこのスペアタイヤのブラケットを外して、でナンバーをボディに直接固定できるようにしてたんですけど、僕的にはナンバーよりかはタイヤつけて
純正の見た目の方が好きなんで、元通り戻していくような感じで作業をやっていきます。一応完成イメージとしては、これがなくなって、でこれがここにこういう風につくような感じです。でこれ固定がね、下側のフレームに直接ネジで止まってたりとかするんで、まずこれ外していきます。実はこの撮影、前回からね2週間ぐらい間が空いてまして、水道管が凍結して漏水してキッチンが使えなくなったりとか、先週動画上げることできなかったんですけど、まさか我が家がね水道管凍結してあんなことになるなんてね、思ってもいなかったです。先週動画上げることができなくてすいませんでした。一応保険屋さんとか工務店の人とか来てもらって見てもらって、キッチンはフルリフォーム入れなきゃダメな感じだっていう話なんで、多分そのうちキッチンのフルレストアになると思います。まあ家に関してはね工務店の人がやってくれるから僕は何もしないですけど、マジで水道管の凍結は気をつけた方がいいです。家の心臓部だから生活ができなくなっちゃいました。そしたらこういう感じで、ここにスペアタイヤのブラケットがつくんですけど、ここをそのまま溶接するとちょっと強度がね不安だから、鉄の丸棒ですね、これをここのパイプのところに差し込んで、これを補強というか中の芯材としてここに入れて、パイプをつなげて溶接していくっていうやり方でやっていきます。ジムニーのフレーム溶接した時と同じですね。中に補強を入れて、このパイプがね溶接したところに負担がかかってもパイプが折れないというか、溶接したところが折れないようにするためにこういうやり方でやっていきます。丸棒をこんな感じで短くカットしてあげます。そしてこれをここにこういう風に入れて溶接っていう感じですね。ただね、今回この買ったやつ若干ね径がでかかったんですよ。このままだとちょっと入らないんで、これ表面少し削ってパイプの中に入るようにやっていきます。じゃん。これでここに入るように、ほら入った、ぴったり、素晴らしい、ぴったりはまりました。でこのパイプの中もちょっとサビがあったりしたんで、これは中の方ルーターで軽くサビ落としというか表面慣らしてパイプの中も整えてあります。そしたらフレームの中が、サビ出ないようにね、このパイプの中に先にジンクスプレー塗っておきます。こうやってノズル入れて、よいしょよいしょ。もともとはパイプで塞がってたんですけど、これほら切り落として穴開いちゃってるから、もう中にね水回っちゃってるんで、これ以上サビが悪化しないようにこんな感じでジンクスプレー入れておきます。よいしょ。こっち側にもジンクスプレー、よいしょ。よし、これでサビの心配がなくなりました。これにも塗っとこう。これがこうついてこうついて、でこれがこう刺さると、おー、こういう感じですね。完成イメージ。これで溶接していきます。ボディ側溶接終わりました。そしたらここにさっきのスペアタイヤマウント、これをかぶせてさらに溶接していきます。これがここにこうはまって、で切り落とした時ので左右の面が違うんで、それがずれないように合わせるように
調整しながらやっていきます。溶接した箇所はこんな感じです。表面さっと溶接跡は削り落としちゃいました。ただあんまり削りすぎると強度なくなっちゃうんで、ほんと表面を落としただけですね。で、補強自体はこの辺まで入ってるんで、パイプの強度としても問題ないと思います。反対側はこんな感じ。で、ちょっとこっちのね、ボディ側見てくれ悪いんですけど、これ以上削ったりとか溶接したりもできなくて、このアルミパネルがいるから、あとはパテつけるか、シーリング入れるかして、表面は後で形作って綺麗にしたいと思います。これで溶接はがっちりくっついたと思います。一応スペアタイヤが15キロぐらいなんで、多分ね、大丈夫だと思うんですよね。フレームの一部とは言っても、ここボディの強度とかには関係ないところなんで、タイヤが支えられればいいだけだから、これ人が乗っても平気じゃないかな。ちょっと乗れるか試してみます。あ、いけんじゃん。あ、いけるじゃん。イエイ、乗れた。体重60キロでここに乗って平気なんで、20キロぐらいのスペアタイヤなら全然余裕だと思います。っていうか、人が乗らずにそのままタイヤ乗せてみればいいんだよね。どんな風な見た目になるのかタイヤを乗せればわかるでしょう。よいしょ。こんな感じですね。いいじゃないですか。なんか後ろ回りがケーターハムって感じがする。これでこういう感じか。ちゃんとセンターとかずれてないし、水平も取れてるっぽいんで問題ないかな。大丈夫そうですね。フレームが曲がったりとかもなさそうで、ちゃんと溶接できたから良かったです。よいしょ。そしたらあとはフレームの錆落としをして塗装してフレームきれいにしていきましょう。それじゃあまずはフレームに固定されている配線、これ外していきます。結束バンドで留められてるだけなんで、ニッパーで切って外していきます。やべ、また物撮り忘れるところだった。フレーム今ちょっとデフオイルとかで結構ギトギトしてたんで、さっとねシンナーで拭いて落としてみました。でこんな感じですね。危うく物撮りするのを忘れてそのまま作業入ってしまうとこでした。またトヨちゃんに「俊也さん物撮りしないんですか?」って怒られちゃう。フレームの錆そんなにひどくないです。ところどころこう部品がやっぱ当たったような場所とかは錆出てるんですけど、それ以外の部分は全然錆がないような感じです。反対側はこんな感じです。ところどころここら辺はちょっとこの辺ひどいのかな。多分タイヤが巻き上げる飛び石とかで傷がつくからね、こういうところはちょっと錆出てますけど、そんなにはひどくない。フロントのエンジンルームやった時と同じような感じですかね。ところどころ錆を落として生きてる塗装はそのまま足付けして上から塗ってしまうみたいな、そんな感じで大丈夫だと思います。こっちはボディの上側です。ここもシートベルトが固定されてたりとかしてたんで、ところどころこうネジの取り付け部分とか錆があったりするんですけど、全然全体の印象としてはひどくない感じです。そしたらこれからの作業としては、足回りの部品の錆落としやった時と同じように機械で錆を落として、細かいところは手作業で、これ240番ですね。240番で塗装の足付け、塗料が食いつくように240番で細かい傷をたくさんつけて塗装の下地を作っていきます。ナンバーの取り付け部分、このシルバーと黒と別色になってるんですけど、これまとめて塗装しちゃいます。こっちのシルバーの部分もね。だからこれも全部黒にするんで、足付けやっていきます。
でこういう塗装の際とかは段差がきつくならないようにフェザーエッジって言ってこう滑らかになるように仕上げてあります。ここがこうガクッとこう塗装を削ったまんまになると段差になってね、塗った後に見えてしまったりするんで、ここ直してるなって分かっちゃうから、できるだけフェザーエッジで滑らかになるように仕上げてあります。あとさっき僕このフレームの上側がサビが出てるって言ってたかなと思うんですけど、多分僕の間違いですね。削ってみてなんかちょっとペーパーに絡む感じがしたんで、シンナーで拭いてみたら全部落ちました。なのでサビじゃなくて接着剤かなんかだったんじゃないかなって感じがします。のりとかね、そんな感じだと思います。ちょっと塗装の表面がボコボコボコっとなってて、ここもサビ出てるんだってちょっと間違っちゃったんですけど、接着剤でしたね。シンナーで拭いたらなくなってしまいました。そしたらサビ落としが終わったんで、次はウォッシュコンパウンド、下地処理用の専用洗剤ですね。これで泥汚れ、油汚れを落としていきます。これをスコッチブライトに取って水洗いでやっていきます。フレームとか鉄板出てるところね、鉄板じゃないか、鉄の棒かが出てるところとかあるんですけど、水洗いで全然問題ないです。この洗剤、中にリン酸っていうのが入ってて、鉄板とかアルミ板とかそういう表面に反応して、リン酸皮膜っていう表面にコーティングの膜みたいなのを作ってくれて、サビの抑制とかにもつながるんで、もう気にせずね、水洗いでやっていっちゃいます。むしろこれで洗ってあげた方が、そのサビに対しては強くなります。表面に酸化皮膜の膜ができるんで、しっかりとこのリン酸で洗っていきます。マスキングが終わりました。フロント側はボディカバーをかけて、後ろ側はマスキングテープを使って、自分が塗装するときに塗装しやすいようにガンの取り回しとか塗る時のこと考えてマスキングしてあります。ここサスペンションがつくところなんですけど、この後ね、ここのホイールアーチのところ黒く塗る予定だったんで、マスキングするのめんどくさいからね、こんな感じでフレームと同じ黒に塗ってしまいます。ホイールアーチとか足回り黒く塗装すると足元引き締まって見えて結構ねかっこよく見えるんで、足元黒い方がねかっこいいですからね、もう黒くね塗装しちゃいます。後ろ側から見るとこんな感じです。スペアタイヤのブラケットがあって、ボディはマスキング、バルクヘッドはちょっとマスキングするのが難しかった。難しいというか大変だった。このフレームがね斜めにこういうジグザグな感じになってるんで、テープで貼ってできるだけこうバサつかないように、紙で貼るとねバサついて塗るの大変になっちゃうんで、こんな感じで貼ってあります。それじゃあまずは弾いたりしないようにシリコンオフで脱脂していきます。それではお待たせいたしました。本日2回目の塗装タイムのお時間でございます。このチャンネルの一番の見どころですから、ボロボロだった車を塗装して綺麗にする、もう最高ですよね。塗り方は、必殺サビ封じを入れて乾かして、ノンサンディングのサフェーサー入れて乾かして、で二液の黒を塗って仕上げていく。足回りの部品やった時とね同じやり方で、塗装をやっていきます。それじゃあ本日2回目の塗装タイム行ってみよう。乾かしたら次はサフェーサー入れていきます。サフェーサー乾いたら次は二液の黒塗っていきます。
シャシーブラックとかより二液の黒の方が全然錆にも強いし、ツヤの感じもいいし、車に塗るんだったら二液の黒をおすすめします。いつもだとこれで塗装終わりだと思うんですけど、今日はまだ終わりません。ここスペアタイヤ乗せるところ、タイヤ乗せると多分ここのねフレームの部分が擦れて塗装が薄くなってって、最終的には下地が出てきちゃいそうな気がするので、クリア入れてもう少し膜厚を稼ぎたいと思います。だからここのスペアタイヤがつくところだけこれからクリア塗装やっていきます。塗装翌日、すごく綺麗に塗れました。こんな感じになっております。もともとがねそんなにひどくないから、やっぱりそこまで直した感とかはないけど、やっぱり綺麗になるといいですね。見た目がいい、そして気持ちがいい。タイヤがつく部分はこんな感じです。もう真っ黒ですね。ちょっとカメラでは分かりにくいですけどね、すごく綺麗な状態です。そしてスペアタイヤのブラケットも溶接でちゃんとつけることができました。この辺はねジムニーのフレーム溶接でね練習みたいな感じでやってたんで、そんなに苦労することなく上手にできたと思います。今これ塗装がねまだ乾いてないので、まあしばらく放置して塗装が乾いたらこの溶接したところとかはシーラーで埋めていきます。そういえば昨日これ塗装するときめちゃくちゃねガンの距離が近かったと思うんですけど、別にあの距離で塗っても垂れたりはしてこないです。至って普通ですよね。ちゃんとシンナーの番手とかガンの突出量とかその辺選んで塗装したんで、垂らしたりとかすることなく綺麗に塗れたと思います。反対側もこんな感じです。上ばっかり写してると垂れてないところを写してんじゃないのとかって言われても嫌なんで、下側もね一番垂れが溜まりやすいであろう下側とかも問題ないですね。いいですね。よいしょ。ということで今回はこの車のリア周りフレームの塗装をして、足回りの部品も塗装をして、前回の動画はフロントのフレームの塗装をして足回りの部品を塗装してやりました。残るはボディ、室内部分ですね。フロアというか室内、ここを次回の動画で作業をやっていきたいと思います。室内にもねこうやってフレームあったりするんで、これもちょっと錆落としてきれいにしてあげたりとか、汚れてる砂利とか泥とかそういうのもきれいにして室内を終わらせてしまえば、あとはボディ部品を組み付けていくだけでこの車完成ですね。まだエンジンがねちょっと残ってたりしますけど、エンジンとかミッションとかやらなきゃいけない部分はねまだまだたくさんありますけど、ほぼ車の完成図は見えてきたんではないでしょうか。多分順調に進めば4月ぐらい、春になった頃には車検取れるんじゃないかなっていう計画でいます。特にね問題とか起きなければ、家の漏水とかそんな変なことが起きなければ、順調に進めばね4月頃に車検取って公道復帰っていう形で進めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。みんなも水道管の凍結には気をつけて、また次回もご覧ください。バイ。本当に水漏れすると悲惨。